皆さんこんばんは。ワイワイニュース山崎です。今日は2020年の2月の3日ですね。月曜日ということで、時間が日本時間の夜の9時46分ということで、約50分ぐらい遅れました。申し訳ありません。今日のメインテーマですけど、このコメント欄にアップしましたように、毎年全世界で25万人から50万人が死亡し、日本でも約1万人が死亡するという季節性インフルエンザはなぜ根絶できないのかというナンバー1ですね。というのが今日のメインテーマです。ワイワイニュースライブは通算で今日は2931回目ということで、現時点で音声も映像も問題なく配信されているということです。ということで、今日最初のコラムですけど、先週金曜日のメインテーマですね。新型コロナウイルスのパンデミック、世界大流行を予防するために2020年7月開催予定の東京オリンピック・パラリンピックは即刻中止すべきだと、ナンバー1というのが先週金曜日のメインテーマでした。で、これをですね、YouTube の表紙にこのように作ってくれました。東京オリンピック・パラリンピック即刻中止すべきということで、このコロナウイルスですね、2019、NCOV という新型コロナウイルスと、これのパンデミックを防止するために東京オリンピック・パラリンピックは即刻中止すべきというのがメインテーマでした。現時点での視聴者数ですけど、ツイキャスが364名様、YouTube が564名で、全部で928名ということです。今日の画像ですけど、最初の画像はこれですね。露骨な官邸支配と、安倍首相と菅官房長官と、そして、今回は検察ナンバー2の黒川博夢か、東京高検検事長、これが定年、本来だったら今月の8日に定年退職なんですね、63歳。でも禁じ手、安倍と菅は禁じ手を使って彼の定年延長を半年延長したと、閣議決定したということで、彼を是が非でもどんな手を使ってでも検事総長に、格上げするという策動をしたんですね、これね。それと下がゴーン被告の弁護士弘中淳一郎さん、彼の弁護士事務所に強制捜査を行ったんですね、検察は。そして無理やり、ゴーン被告が使ってたパソコンも押収したということで、本来弁護士事務所に対する強制捜査っていうのは禁じ手なんですね。だからこの安倍とから菅、これはもう禁じ手を使うしかないというところまで、追い詰められているということでしょうね。これは日刊現代の記事、今日のトピックスのトップで取り上げますけど、その記事です。この黒川っていうのは悪いやつなんですよね。中村至と全く同じですよ。中村至を警察庁の長官にすると、今ナンバー2になってるんですね。そしてこの黒川博夢を定年退職の予定だったのを半年、定年延長させて、無理やり検事総長に格上げさせるという露骨な安倍、菅
の官邸支配、独裁支配、禁じ手を乱発するというところに来ちゃったんですね。これが1つ目の画像です。で、2つ目が今日のメインテーマ、このインフルエンザ、季節性インフルエンザですね。これのですね、日本における死亡者数のグラフなんですね、これ。で、一番最初が1950年。で、一番最後が2018年ということで、こういうふうに、グラフがあるんですね。で、このグラフと、それから私は、エクセルに落とし込んで、エクセル表を作ったんですね。で、1950年から2018年までの、死亡者総数が84,206名と。それにですね、このインフルエンザを死因としないでも、インフルエンザによって別の症例で死亡するということが当然起こるわけですよね。で、そういう人たちの死亡を超過死亡と、エクセスデス、あるいはエクセスモータリティという概念があって、これがこの表だと51,401ということで、全部で135,607というふうになってるんですね。で、特にですね、アジア風邪っていうのが流行った1957年ですね。1956年の前年は543名だったのが、このアジア風邪という新型インフルエンザが猛威を振るったということで、7,735名の方が亡くなってるんですね、1957年。というのが分かります。そして3つ目の画像が、これもひどいですね。AP 通信がダボス会議に参加した10代の若い環境活動家の写真をですね、撮ったんですね。それで下の写真が最初の写真なんですよ。5名。で、真ん中にグレタさんがいて、で、4人が白人の活動家と。で、一番画面から見ると左が、アフリカから参加した黒人の女性なんですけど、この AP 通信はこともあろうかですね、この黒人女性の活動家の写真をトリミングで外しちゃったんですね。そして上の4名の10代の若い環境活動家のみの写真に、修正して、全世界に配信したという、それがバレたんですね、これね。で、AP は別に人種差別するためじゃなくて、いわゆる編集上の構図の問題だというふうに、弁明してたんですけど、最後は謝罪したということらしいんですけど、こんなことやるんですね、AP。アソシエイトプレスという、とんでもないですね。これが2つ目の画像。で、3つ目の画像が、この問題をきっかけにして、ストックホルムでですね、グレタさんが記者会見を開いて、そして、同時にですね、ネットで、アフリカからの環境活動家の参加もテレビ会議をしてるんですね。それを記者会見で公開したということで、この記者会見のきっかけになったのはさっきのトリミングされて、黒人活動家が消されちゃったということに対して、彼女はすぐさま反撃
のこの、国際会議を開いたんですね。大したものですよね。ということで、このスウェーデン・ストックホルムで開かれた記者会見に出席したグレタ・トゥンベリーさんとビデオ通話で参加したアフリカの活動家らを映し出すスクリーンというのが AFP 記事ですね。だから AP と AFP っていうのは世界の、通信会社ですけど、えらい違うんですね。だから AFP っていうのは世界で一番古いんですね。フランスで登場して。その次に AP、あるいはロイターなんですけど、やはり、イギリス系、アメリカ系、ロシアイド系っていうのはダメですね。AFP のがまだまだマシですよね。というのが今日の、画像でしたね。砂月金さん、コンティニューコイン2枚ですね。のこさんが、コンティニューコイン2枚。から砂月金さんがいつもの、初めて、ご覧の方へということで、山崎氏のキャスは一言一行コメントが集団嵐行為があってから禁止と。このキャスの目的は情報の拡散共有、ご賛同ならツイッター連携で拡散共有をお願いしますという、毎回アップしていただいてありがとうございました。雪丸松さん、中村黒川人事誰も止められないんでしょうかと。今までは歴代内閣は良識的だったということでしょうかと。そういうことですよ。良識っていうか、いわゆる常識というか、あるいは憲法遵守というか、あるいは節度をわきまえてたということで、今回の安倍とか菅とか、あるいは二階とか、あるいは麻生とか、もう最悪ですよね。彼らにとって憲法なんていうのは存在しないと。法律なんかどうでもいいと。全部自分たちがやりたいようにやるんだということで、人事権、予算、ありとあらゆる彼らが自由にできる権力、権限をフル活動して自分たちがやりたいようにやるという、まさに独裁国家そのものですよね。ここまでやるかというところですね。だから彼らを支持している有権者、特に山口県の有権者、特に山口4区、安倍晋三の選挙区で毎回10万票ぐらいが安倍晋三に投票して彼を国会に送り出して、そして首相に押し上げたということで10万人なんですよね。だから10万人の安倍晋三に投票した10万人のいわゆる投票権、公民権をもう永久に剥奪すると、こういうとこまでやらないとダメでしょうね。そして山口は全部で4区小選挙区なんですけど、全部、安倍晋三の息のかかった弟、岸信夫とか等々で 4区4人が全部、衆議院と参議院が全員ですね、田伏マフィアなんですよ。でそれぞれの選挙区で8万から10万票を集めてますので、4区で合わせて40万票ということで、40万人、田伏マフィアを支持して、これほど日本を悪くさせた支持者たち40万人から公民権を剥奪するということをしないとダメでしょうね。40万人はいわゆる地元だから、あるいはいろんな便宜を図ってくれるから、あるいは直接、利害関係があるからと、事業あるいは利益、売上を持ってきてくれると、そういうとんでもない私的な関係で、40万票を集めて、国会議員に
当選させて国会に送り込んで、その中の最悪な安倍晋三っていうのを総理まで押し上げた元凶っていうのは、この40万人の山口県の有権者なんですよ。そちらの公民権、投票権、永久剥奪ですよ。そのぐらい犯罪的なことをしてるっていうことの自覚がないんでしょうね。ということです。それから砂月さん、コンティニューコイン2枚ですね。3枚、4枚ですね。のこのこさん、コンティニューコイン2枚。そして、ゆきまるまさんのコメントに対して私がの答えはこういうことでしょうね。今までの自民党内閣っていうのは、いわゆるハト派とタカ派が交互に政権交代して、自民党内部でですね、二大政党制を行ってきたんですね。でも小泉純一郎、あの頃からもう一強小選挙区制になって、そして、政党助成金が導入されるということで、今まで自民党内部でですね、派閥があったんですけど、その派閥がなくなって、自民党の総裁が一強になったんですね。人事権を持っていると。それから毎年170億円という国民の税金が現金で、来ると。政党助成金。それを自民党の総裁が一人で、采配できるということで、資金とそれから人事権を握っちゃったんで、もう派閥なんか関係ないんですよね。一強になってるわけですよ。だから自民党の総裁はまさに、お金と人事権とから権力を握っちゃってるということ。そしてその自民党が衆議院で、3分の2の議席を独占しているということで、内閣総理大臣に自動的に就任し、そしてその内閣総理大臣が憲法第6条の第2項で、天皇の名において、最高裁長官を任命するということで、ですから日本の議員内閣制っていうのはとんでもない制度なんですね。いわゆる立法府の3分の2を握っている安倍晋三、そして行政権力を握っている安倍晋三、内閣総理大臣、そして、最高裁長官の任命権を握っている安倍晋三ということで、国権の3つをですね、一人の男が握っちゃってると。そして金もで、内閣の予算権も握っていると、人事権も握っているということで、やりたい放題ですよ。ある意味トランプなんかよりもよっぽど独裁的でしょうね。だからそのことを国民のほとんどは知らないと、気がつかないと。日本はまだ民主主義で三権分立が通ってんだという嘘にずっと騙されてきたんですね。で、最大の嘘っていうのは、なぜ、戦後70年以上自民党がほぼ2回の例外を除いて日本の政治を独占できたのかと。それは簡単なんですよ。衆議院の解散権は内閣首相の専権事項であるという大嘘、憲法第41条の国会は国権の最高機関であるという規定に違反した大嘘をついて、それに対して野党も何も言わないと、憲法学者も何も言わないと、最高裁長官も何も言わないと、メディアも何も言わないと、学者も言わないと、それから市民活動家も組合活動家も誰も言わないという中で、自分たちに有利な時を狙って、大義名分をでっち上げてですね、本来だったら衆議院というのは4年に一度自動解散して任期になった段階で衆議院が解散して、そして総選挙を行うというのがまともな議会任期制なんですけど、日本の場合は
4年の任期を待たないで、自分たちに有利な野党に金がない、野党が分裂していると、あるいは与党のスキャンダルがかなり深刻になっているという時を狙ってですね、歴代自民党政権の首相が大義名分をでっち上げて解散し総選挙すると。だから勝つのは当たり前ですよね。野党が弱い時に狙ってやるから。そして政権与党としてのありとあらゆる権力、あるいは利権、特権を分配して収票するということがあったからアメリカの傀儡政党自民党がほぼ日本の70数年間戦後ほぼ一人でですね、日本の政治を独占してきたということなんですよね。そのことをほとんど誰も気がつかない、あるいは気がついても言わないということの結果が今の最悪の状態を招いているということですよね。雪丸馬さん、関西発信の日曜日の番組で高人のそこまで行って委員会というのがあるのですが、これが桜井よし子だとか花田とか金美玲とか出して20年くらい日本会議が乗っ取って安倍礼賛してきたと。橋本が世に出たのもこの番組と、読売系と関西人や多くがこの番組で洗脳されているということですね。だから特に大阪の場合は吉本興業といういわゆる真面目な政治議論じゃなくて、それをお笑いでごまかすと、お笑いで洗脳するというのが関西で特に強いんですよね。ということで、日本会議とかから吉本興業とか全部つながっちゃってるんですね。でここに、名前が出てる花田とか金美玲とか、まさに日本会議そのものですよ。日本会議が日本のメディアに乗っ取っちゃったということですね。で日本会議を作ったのが最高裁ですからね。2人の最高裁判事がこの日本会議を作って、そして、元号の法制化もしたというとんでもない。だから日本の最高裁っていうのは特に事務総局、それは日本会議そのものを作って、そして今も維持しているということだから、日本会議に関して、誰も批判しないと、誰も取り上げないということでしょう。小選挙区と政党助成金と党議拘束が各政党から党内民主主義を奪ったと、そういうことでしょうね。で最悪の前は自民党ですよ。自民党が一社自民党の総理が内閣総理大臣となって全てを党内の独裁者になり、そして日本の内閣の独裁者になるということになっちゃってますね。砂月さんコンティニューコインですね。4枚です。これ読みましたね。ということです。から初耳さん、いつもたくさんのコンティニューコインありがとうございます。1234567枚ですね。配信ありがとうございます。雪丸馬さん、お祝いケーキということですね。から初耳さん、今日のメインテーマをリツイートしてくれました。から砂月さんも今日のメインテーマリツイートですね。すごいですよね。毎年全世界で25万から50万人が死ぬと、日本でも約1万人が死ぬという季節性インフルエンザという、なぜこれほどほぼ全員が毎年ワクチンを接種してるんですけど、必ず日本で1000万人ぐらいが
感染するんですよね。何なんだと。なんで根絶できないのかということでしょう。から石森さん、山崎康子氏、ワイワイニュースライブ配信スタートしましたと。から翔さん、コンティニューコイン配信ありがとうございますと。からアフターマッチさんがお茶ですね。から石森さん、コンティニューコイン配信ありがとうございますと。で、今日の放送の前ですね、砂月金さん、アメリカの中東での姿勢、第3次の準備、マスコミに載らない海外記事と、2月3日、今日付の記事ですか。それから砂月金さん、菅官房長官直結で私が仕切っていると。沖縄県も水面下でやってくれとなっていると。反対は活動家だけ。不妊旅行が文春で報じられた泉首相補佐官が高江ヘリパッド建設の協力をしびるか。協力しぶるJ パワー会長を恫喝。嘘で強引に協力させたと。だからろくでもないやつが、本当安倍晋三の周りに集まってきてるということですよね。から砂月金さん、永久戦争中のアメリカとのマスコミの載らない海外記事と、2月3日日曜日。この人は毎日記事更新してるんですね、これね。からアメリカのインフルエンザは感染者、これですね、今日、そうなんですよ。凄まじいですよ。これは今年のあれですけどね、死者8000人以上、8200人以上。CNN の情報ですよね。ということです。ということで、今まで取り上げてきたものをアップしますね。表紙。マイナス25か。こんなもん。もともとやるべきもんじゃないですよ。2週間のお祭り詐欺のために3兆円ものお金がつぎ込まれ、国民のためという大義名分のもと、結局は大企業、金持ち、メディア、電通、NHK からアメリカの放送局、そして、おこぼれがIOC、あるいは JOC、あるいは安倍内閣の政治家たちにおこぼれがいくと、そういう構図ですよ。土山純一さんですね。お茶バック10、コンティニューコイン2枚ですね。ありがとうございます。そして今日、現時点での視聴者数が922名様。東京オリンピックやめるべきだって言ってる人他にいますかね。山本太郎なんか言うべきだよね。少なくともパンデミック、新型コロナウイルスの世界大爆発を防ぐためにやめるべきだというふうに山本太郎言うべきでしょうね。で、画像ですね。これは露骨な官邸支配、ここまでやるかと、こういうところまで来ちゃったんですね、あいつら。そして日本におけるインフルエンザによる死亡者数の推移ということで、1950年から2018年までのデータですね。今日のメインテーマ。
これは情報ソースが社会実情データというブログですね。なかなかよくまとまったブログですけど、そこからのグラフがあったんですけど、それを私はエクセルに置き換えたんですね。で、これが URL です。毎年毎年全世界でおそらく1億人ぐらいが感染してるんじゃないですか。そして、25万から50万人が死んでると。日本人も1万人以上が死んでると。こういうことが毎年繰り返されるってことは異常ですよね。おそらくこれはビル・ゲイツなんかが関わってるロシアの国際マフィアが、あるいはイルミナティが密かに、もうずっと前からやってる人口削減計画の一環としてやってるんじゃないかという気がしますよね。ここまで毎年毎年大規模に、パンデミックが繰り返されると、パンデミックすでに爆発してるってことでしょ。毎年1億人が感染し、25万から50万人が死に、日本人も1万人が死ぬというのは、10年に一度じゃなくて毎年なんですよ、これ。これはもう国際世界支配階級が人口削減のために意図的にやってるというしかないですよね。異常ですよね。で、そのことが非常に報道もされない、あるいは真剣に検討もされないと。なんか年中行事みたいになって、またインフルエンザの季節が来ましたと。今年のインフルエンザは何型ですから、香港 A 型ですから B 型ですからということで、ワクチン接種をしましょうということで、毎年毎年行事化されてるって一体何なのかということでしょう。で、他の感染症ですよね。コレラとか、あるいはポリオとかはしかとか等々っていうのはほぼ絶滅根絶されてるんですけど、なぜ季節性インフルエンザ、そして、新型インフルエンザが突然登場して、そして、抗体のない、人間に移って、人から人に移って、今回のコロナウイルスみたいに中国本土では毎日50人が死亡、1000人から2000人が感染するという状態になっちゃってるっていうのは一体何なのかということでしょうね。被爆した選手や観光客から後々損害賠償を請求されるんでしょうと。アイソトープ五輪という、だからそうですよね。この新型コロナウイルスのパンデミックの危険性を予防するために即刻やめるべきだということの前にも、そもそもこのオリンピック自体が金持ち、あるいは大企業、あるいは電通、放送会社、メディア、そしてゼネコン等々の利益のために、ビジレイクで国民を騙しながら4年に一度ナショナリズムを高揚させて、結局戦争に持っていくというために、やってるわけですよね。
だからもうオリンピックなんてやめろと、もともとやる必要ないよと。その3兆円とか4兆円の金っていうのをまさに、テロ防止、あるいは戦争防止とか、あるいは難民とか、貧困とか、差別解消とか等々に使えよというんですよね。それと2つ目は今回の、東京オリンピックというのはまさに安倍晋三と電通が組んで金で、東京オリンピックの収票をして金で買収した不正な手続きを踏んで、東京開催を強引に持ってきたというもともとの、公正さを欠いた買収の結果東京に持ってきたということなんで、そもそも犯罪的な買収汚職によって東京オリンピックというのは開催する資格を持ってないんですよね。それから3つ目がいわゆる福島第一原発の大事故を消すために、大事故はもう、日本では、完全にそこから立ち直って福島県民も頑張ってますということを偽のですね、嘘の情報を全世界に発信するためにこの東京オリンピックを利用するという安倍らしい嘘800の彼の嘘を正当化するために開催するということなんですね。K さん、毎年全世界で35万、今日のメインテーマですね、リツイートしてくれましたね。コンティニューコインですね。アメリカに政府専用機を飛ばし邦人を救出しないと新型コロナと差別になるんじゃないのと。ちょっとこの意味がいまいちよく分かんないですけど、ということですね。どこまでやりましたっけ。今日の画像か、画像ですね。画像の1はアップしましたね。から2ですね、ダボス会議で黒人の若い活動家の写真をトリミングして消しちゃったと。 AP は明快な人種差別ですよね。よくやるよと。でそれをきっかけにしてストックホルムで、テレビ会議を、開催したと。非常に早いですよね、グレタさんね、やることが。アフリカの環境活動家にも注目をということですね。これで彼女の、活動がですね、単に先進国の若者から全世界の若者にアフリカの若者と結びついて、拡大したということでしょうね。で今日の注目情報ですけど、例の黒人の活動家だけトリミング、海外メディアが撮影した集合写真が物議を醸しているということで、バズフィードジャパンという媒体ですね、ここの記事です。
今はSNS でこういう情報はすぐ全世界で共有できるんで、それはすごいことですよね。で、今日の注目情報はそういうことですね。それで、次は推奨本の朗読というところですね。これですね、グレタさんの。今日は何回目かな、23回目ですね。23回目、もう別のもので埋め合わせはできないというところで1ページですね。短いです。そのところを読みますね。スウェーデン環境保護庁によると、スウェーデンは毎年1人当たり11トンの二酸化炭素を放出していると。世界自然保護基金の生きている地球レポートによると、スウェーデンのエコロジカルフットプリントは世界のトップ10に入り、全人類がスウェーデン人のように生活すると、地球が 4.2 個も必要だという。それなのに私たちはまだ自分たちには選択の権利があり、それぞれ異なる排出量があって当然だと信じていると。完全菜食主義、によれば、主義者によれば飛行機に乗り続けられると、電気自動車にすればショッピングを楽しみ肉食を続けられると。カーボンオフセットなどを利用すれば環境保護のためにすべきことをしなくても埋め合わせできると信じていると。私たちの将来はすでに理解の域を超えるほど抵当に入れられているというのにと。現実には大気中の二酸化炭素濃度が 350ppm を超えたとき、つまり1987年に人類の環境貯金は尽きてしまっているということです。1987年か。大気中の二酸化炭素濃度が 350ppm を超えたというのが1987年ですね。というところで、明日読むところはスウェーデン政府のごまかしというところですね。これも1ページですね。ということです。砂月さん、中国の排出量に対する、悪意とアメリカのインフルエンザに対する扱いの態度の違いをというのが中国のさっきの説明ですね。中国のこれなんだ、批判態度とアメリカのインフルエンザに対する扱いの違いを言ったのです。そういうことなんですか。なんかいまいちよくわかんないですけど。ということで今日のメインテーマですね。肺炎か。中国の肺炎に対する態度とアメリカのインフルエンザに対する態度の違いを言ったのですと。ちょっとわかんないですね、これ。もう少し説明してもらわないと。今日のメインテーマ、毎年全世界で約25万から50万人が死亡し、日本でも約1万人が死亡する季節性インフルエンザはなぜ根絶できないのかと。ナンバー1ですね。で日本では毎年、季節性インフルエンザに感染する人は1000万人以上と、約1万人が死亡していると。でこれは厚生省のサイト、新型インフルエンザに関する Q&A、に書かれてるんですね。で、クエスチョンとして10、通常の季節性インフルエンザでは感染者数と死亡者数はどのくらいですかと。
いう問いに対して、例年のインフルエンザの感染者数は国内で推定約1000万人いると言われていると。国内の2000年以降の死因別死亡者数では、年間でインフルエンザによる死亡者数は214、2001年1818人、2005年ですと。また、直接的間接的インフルエンザの流行によって生じた死亡を推計する超過死亡概念というのがあり、この推計によるとインフルエンザによる年間死亡者数は世界で約25から50万人、日本で約1万人と推計されるということで、そうなんですね。だから死亡の原因としてインフルエンザという死亡診断書で統計を取ると大したことないですよね。2005年で1818人と。でもインフルエンザを直接あるいは間接的にインフルエンザが原因でさまざまな合併症状で別の病名がついて死亡診断書が書かれるということが当然あるわけで、それを合わせると約1万人、日本で全世界で約25万から50万人が毎年死んでいるということなんですね。で、米国では何かということで、米国では米、疾病対策センター CDC によると、2017年18年のシーズンに季節性インフルエンザに感染した人は4500万人と、死亡は6万1000人なんですよ。すごいですよね。17年から18年だから向こうもそうですよね。12月ぐらいから翌年の1月2月3月ぐらいまでのシーズンなんですね。そして、去年と今年のシーズン、19年から20年のシーズンによると、アメリカの国立アレルギー感染症研究所にエイドっていうのかなに季節性インフルエンザに感染した人は1500万人と、14万人が合併症のために入院し、死者はすでに8000人を超えたと。現在進行形なんですね。進行中ですね。いうことです。砂月さん、インフルエンザなのに休めない、法的問題はシェアしたくなる法律相談所ということで、ものすごい人が感染し、ものすごい人数が殺されているという季節性インフルエンザの深刻さに関してほとんど深刻にとらわれてないっていうのは一体何なんだということですよね。で、資料として123を挙げたんですけど、資料1としてインフルエンザの基礎知識を得るために、非常に分かりやすい情報サイトとして塩野義製薬のサイトがあったんですね。インフルエンザへの理解を深め、正しい知識や予防法を身につけましょうということで、これはなかなか優れものなんですね。で、かなり長いんですけど、最初のところ、インフルエンザとは何かということですね。で、インフルエンザとはインフルエンザウイルスに感染して起こる感染症と。インフルエンザウイルスは A 型、B 型、C 型、D 型の4種類に分けられると。主に人に流行を起こすのは A 型と B 型のウイルスと。A 型は人以外にも豚、馬などの哺乳類やカモ、鶏などの鳥類に感染すると。一方 B 型と C 型は主に人へのみ、D 型は家畜へのみ感染すると。A 型インフルエンザがウイルスの大きさは A 型インフルエンザウイルスの大きさは80から120ナノNM ナノメーターって言うんですかね。1ナノメーターは1ミリメーターの100万分の1と。
でウイルス表面からタンパク質がスパイクのように突き出ているということなんね。であとインフルエンザの症状ですね。からインフルエンザと風邪の違いは何かということで、発病はインフルエンザが急激で風邪が緩やかと。発熱は通常38度 C 以上の高熱インフルエンザで、風邪はないかあっても37度 C 台と。それから強い全身症状があるとインフルエンザ、風邪はないあっても稀と。それから上気道炎症、全身症状に続いて出現すると。から最初から見られると風邪ですね。で咳強いことが多いと。から風邪は軽いということですね。これ結構長いんで、ぜひURL 今アップしますんで、このサイトをお読みください。バカな企業でインフル蔓延と、そういうことですね。無理やりインフルエンザにかかってるの分かってても、休むなと、会社に来いということでインフルエンザを蔓延させるということですよね。そして、資料の2として、これは先週も取り上げましたけど、スペイン風邪、実はアメリカ風邪とは何かということで、これはウィキペディアなんですね。スペイン風邪、は1918年から19年にかけて全世界に流行したインフルエンザの通称と、アメリカ疾病予防管理センター CDC によると、インフルエンザパンデミック重度指数 P5I において最上位のカテゴリー5に分類されると。感染者5億人、死者5000万から1億人と爆発的に流行したと。で流行源はアメリカであるが、感染情報の初出がスペインであったため、この名で呼ばれると。スペインも迷惑なもんだよね。これかなり謀略的だと思いますけどね。当時は第一次世界大戦中で、世界で情報が検閲されている中で、スペインは中立国であり、大戦とは無関係だったと。一説によると、この大流行により多くの死者が出て、徴兵できる成人男性が減ったため、大戦終了が早まったと言われていると。でも4年もやってたんですからね。このスペイン風邪がなければもっと続いたという可能性はあったでしょうね。要するにこういう人類削減計画の一環として、世界大戦をわざと仕掛けるという世界支配階級、ロシアで国際金融マフィアにとって、人口削減させるにはできるだけ長期間人々に殺し合いをさせると。だから第二次世界大戦もそうなんですね。チャーチルがわざと引き延ばしたんですよね。あれも4年ですもんね。から資料3として、これは毎日新聞2009年4月30日付、20世紀に大流行した新型インフルエンザ表があったんですね。で1918年スペイン風邪と。で型として H1N1 型で、死者数が4000万人、5000万から1億ってウィキペディアでは言ってますけど、この毎日新聞の記事によると死者数4000万と、致死率 2.0% と。からその次に1957年アジア風邪っていうのが流行ったんですね。で型が H2N2 型ということで、死者数が200万人と。
致死率 0.5%。それから1968年、香港風邪、型が H3N3 型、死者数が100万人、致死率が 0.5%。で、季節性インフルエンザの死者は日本で1万人前後と、致死率 0.05% というのが毎日新聞の情報ですね。そして資料4として日本におけるインフルエンザ死亡者数の推移ということで、これは、先ほどのグラフをですね、エクセル表に直したんですね。1950年、1250人、51年、747と。で、さっき言ったアジア風邪が流行った1957年、7735人なんですね。前年が543ですから、15倍も増えてるんですね。から1968年、香港風邪。68年は2003名。前年の67年が365名ですから、6倍に増えてるんですね。これが香港風邪ですね、68年。ということです。これナンバー1で、ナンバー2以降続きますんで。今日の朗読したところのタイトルですね。これですね。そして今日のメインテーマです。これですね。で、厚生省のサイトでは、日本では毎年1000万人が感染していると。そして約1万人が死亡しているということなんですね。そして死者数は直接的ないわゆる死亡の原因、インフルエンザで死亡したという死亡診断書に基づく統計だと、2005年で1818名と少ないんですけど、でもインフルエンザが原因で別の合併症で亡くなった方を含めると、毎年1万人ぐらいが死亡していると。すごいですよね。だから交通事故で、死ぬ人っていうのは今は少なくなって3000人ぐらいじゃないですか。かつては1万人ぐらいいましたけど、その3倍以上の人がインフルエンザで死んでるんですよね。そのことに対して、根本的な対策が取られてないと。インフルエンザウイルスを接種すれば、それが最終解決ですよみたいな嘘の宣伝に、世論操作されてるんですよね。
で米国2017年18年のシーズン、これでインフルエンザで感染した人が4500万、死亡者が6万1000人、すごいですよ。6万人が死んでるんですよ。だこれもアメリカで重大な問題として取り上げられないんですね。これはもう意図的に世論誘導されてるんでしょうね。そして、今シーズンですね、2019年から2020年の今シーズン、すでに1500万人が感染し、14万人が合併症のために入院し、すでに8000人以上が死亡していると。アメリカですよ。で、資料の1として、基本知識ですね、インフルエンザの基礎知識。これを理解するために、分かりやすいサイトを見つけたんですね。これが塩野義製薬のサイトなんですね。で、URL がこれです。このウイルスっていうのは、インフルエンザウイルスっていうのは絶えず変化するんですね。だからワクチンなんていうのは間に合わないんですね。合わないんですね。インフルエンザとは A 型、B 型、C 型、ABCD 型があると。で、主に人に、流行を起こすのは A と B のウイルスと。で、A 型は人以外にも豚とか馬などの哺乳類やカモ、鶏などの鳥類に伝染すると。で、一方 B 型と C 型は主に人のみのみ、 D 型は家畜へのみ伝染すると。 A 型インフルエンザウイルスの大きさか、100万分の1ミリの100万分の1ということですね。これぜひ、非常に長いんですけど、ということです。そして、資料2としてスペイン風邪ですね。これはウィキペディア。1918年から19年、アメリカで起こったと。デトロイトとサウスカロライナ州で原因不明で、突然発生したんですね。そしてアメリカは戦争中だったから情報を出さなかったと。で、中立国のスペイン政府が初めてこのインフルエンザ、新型インフルエンザの発症を報道したためにスペイン風邪っていうふうに呼ばれちゃったんですね。本来はアメリカ風邪なんですね。そしてアメリカ軍が第一次世界大戦で欧州に参戦するに従って欧州に蔓延したと、こういうことですね。で、このウィキペディアの記事ではアフリカのシオラレオネ、あそこにも突然
現れたっていうんで、何なんでしょうね。その当時あまり、飛行機も発達してない段階で、アメリカから何千キロも離れてるアフリカの国にですね、なぜこの新型インフルエンザが登場するのかということですよね。スペイン風邪は感染者5億人、死者5000万から1億人と。日本は38万人死者が出たと。アメリカが50万人出たというふうに、このウィキペディアでそうですね。で、資料3として、今世紀に大流行したインフルエンザ、新型インフルエンザ、スペイン風邪、からアジア風邪、そして香港風邪と、この3つなんですね。スペイン風邪だけですね、これ。とりあえず。これ、毎日新聞の記事なんですけど、死亡者数4000万って書いてありますね。ウィキペディアで5000万から1億と。そして、18年のスペイン、1957年のアジア風邪、1968年の香港風邪、アジア風邪は1957年で200万人死亡と、致死率 0.5%。68年、香港風邪、100万人死亡、0.5%と、致死率。スペイン風邪は 2.0% ですね。ということです。で、資料の4として、これは日本における季節性インフルエンザの死亡者数の推移ということで、これはデータ、URL ですね。もともとの棒グラフですね。これを私がこのように Excel の表にしたということです。1から4、最初の行だけですけど、ということですね。はい。というのが今日のメインテーマです。そして今日のトピックス最初、官邸の毒が回った検察ということで、
肺炎騒動の間に無法国家がもう完成したという日刊現代。これ長い記事ですけど、なかなかいい記事です。これ日刊現代ですね。そして新型ウイルス患者、これインフルエイズ混合で、劇的回復とタイ保健省が発表したということで、なんかすごい効果のあるインフルとエイズの混合ワクチンで、劇的な効果があったというのがタイの保健省から発表されたということで、これが聞けばいいですよね。それから公開市場捜査で、新型肺炎の悪影響を緩和ということで日経新聞、これあれだ、中国中央銀行人民銀行が18兆円を供給するということで、週明け3日にと、今日ですね。これだからこういうことができるっていうのは、中国の人民銀行中央銀行がまだロシアの国際金融マフィアに支配管理されてないという証拠なんですね。で、18兆円分の国債を民間銀行から買い取ると、そして資金供給すると、そして明快なんですね。何のためにするかというと、要するにこの新型コロナウイルスによる打撃を民間企業あるいは民間企業ですねの資金繰りを援助するためというのをはっきり言ってるんですよね。だから日本の場合はまず中央銀行がこれほど大規模な資金供給をしないということと、それからたとえ資金供給して、資金を民間銀行に供給したとしても、民間銀行が実体経済に使わないで再び金融経済に使うようなんですね。この中国人民銀行が18兆円の資金供給をするということは、全てが実体経済の方に使われると、その違いなんですよね。そのことをこの日経新聞は書いてないんですけど、そこなんですよ。いわゆるロシアの国際金融マフィアに支配管理されている中国以外の中央銀行と、それから、支配されてない、中国の人民銀行との差っていうのはこれなんですよね。だから高度成長もするわけですよ。からこれが CNN ですね。米で1500万人が感染と、死者8000人という CNN。からアフリカの環境活動家にも注目と、グレタさんが記者会見ということで、例の黒人活動家の集合写真を彼女だけ、削除して配信した AP 通信の事件をきっかけにして、彼女はストックホルムで、アフリカの環境活動家が同時に参加できるテレビ会議を開催して、それを記者会見として公表したという、素晴らしいですよね。
ということです。今日の重要情報っていうのは今日はないですね。忘れましたね。ということで、今日月曜日の放送はこれで終わりです。時間が1時間15分、75分30秒ですね。同時期で視聴されている方が43名、全体で117名様、コメントが51件ということで、たくさんのコメントとたくさんのコンティニューコインとたくさんのギフトいただきました。ありがとうございました。ということで、今日の月曜日の放送はこれで終わります。お疲れ様でした。また明日ですね。またよろしければ合流してくださいということで、今日の放送終わります。